専用武装の話。イエーイ。こんにちは。専用武装のかけらです。今回は全キャラクターの専用武装の性能、それからおすすめの育成順番を紹介していきます。なんとなく強そう、弱そうで使っている専用武装たちの解像度を上げていきましょう。地味に知っておくべきところです。まずは専用武装によってスキルが強化されます。レベル1、10、20、30で強力なスキルが手に入るようになっています。わかりやすく強くなるので、育成の時目安としやすいところです。あと、見た目がごつくなったり、かっこよくなったり、虫っぽくなったりもします。ステータスの強化。体力、攻撃力、守備力の基礎値を上昇させることができます。武装強化序盤は消費する武装かけらが少ない割に上昇値は小幅です。後半になるにつれて大量のかけらを消費する代わりに大幅な強化が見込めます。このゲームにおいてこのキャラクターの基礎ステータスを上昇させる要素は装備、武装、覚醒強化と現在3つ存在しており、いずれも超強いので何を強化するのか迷った際はこれら3つを強化しておけば間違いなく強いです。非ダメージ耐性。武装レベルが5上がるごとにキャラクターごとの非ダメージ耐性が上昇します。スキルレベルが上昇する10、20、30の区切りが目立つので、ここで育成を区切りとしたくなるのですが、意外とこの5区切りで耐久力アップするのもありがたく、一部キャラクターに関してはレベル15や25で運用するのは悪くないと思っています。スキルレベルの上限解放。武装レベルが3上がるごとにキャラクターのスキルレベル上限が上がっていきます。説明不要で強いです。それでは各キャラクターの紹介に行ってみましょう。まずはシーズン1登場のキンバリー。戦車部隊にとってキンバリーが弱い時期はないので、迷ったらキンバリーで育てていって良いキャラです。武装1で通常攻撃の強化。会心が出れば出るほど強くなるスキルなので、会心率を上昇させるレールガンの強化はキンバリーの武装強化と一緒に進めていきたいです。戦車部隊は与えるダメージを会心や攻撃力アップで強化して強烈な一撃を入れていくといったコンセプトの部隊なので、戦車イコール会心狙いと思っておけば OK です。武装レベル10でバトルスキルの強化。武装20で戦車部隊全体のステータス強化。なお、武装レベル20での兵種強化は全武装キャラ共通ですので、以降のキャラでは省いていきます。武装レベル30でバトルスキルによって追加ダメージが発生するようになります。追加ダメージを発生させるには、部隊に戦車キャラが4キャラ以上必要な点は注意しましょう。3vs3 アリーナなどでキンバリー短期で他部隊に入れたりすると、このスキルの発動がなくなってしまいます。シーズン2武装登場のマーフィー。マーフィーの武装強化で良いところは大きく2つです。まず自分自身の耐久力アップ。マーフィーはちょっと脆いのですが、武装15にもなるとだいぶ雰囲気が変わってきます。次にパッシブスキルの上限アップ。条件なしで味方の前衛の被ダメージを減少させる非常に汎用性の高いスキルが強化できます。マーフィーはパッシブ強化の恩恵が大きいため、3の倍数で武装強化をしていっても良いキャラです。武装レベル1で味方を通常攻撃から守る遮断を手に入れます。武装レベル10、武装レベル30でも一貫して遮断の能力を強化していくことができます。ちなみにこの遮断が発動するタイミングは、マーフィーが通常攻撃またはバトルスキルを発動した瞬間となっています。各段階のレベルアップでめっちゃ強いかと言われると、ぶっちゃけそこまで実感が湧く効果ではありません。ただ、武装30の体力の最も低いユニット優先というところは強いはずです。スイフトのアンチキャラって感じのスキル内容ですね。シーズン3登場のマーシャル。明確に強いキャラです。後列のキャラを狙い撃ちして優先撃破できるようになるのが彼の最大の利点です。武装レベル1で狙った相手の弱体化。武装レベル10でバトルスキルの強化&仲間と一緒に狙った相手を攻撃できるようになります。これが明らかに強いです。世界が変わります。武装レベル30では部隊内で最も攻撃力の高いキャラが
3回目のバトルスキルを強化した上で2連射できるようになります。このスキルは戦車部隊ではもちろん強いのですが、指名手配イベントなどでも他兵士で活躍させることもできます。3回目のスキルまでマーシャルとアタッカーが生き残っている必要があるので、条件が揃わないと不発に終わるという点はちょっと難易度は高いのですが、部隊内に防御系のスキルを持つキャラを充実させることで3回目スキルの成功率を高めることができます。シーズン4登場のウィリアムズ。戦車で初めてシーズンの6週目に登場する武装キャラです。武装1とレベル10で威圧という相手の通常攻撃を一時的に停止させるスキルを手に入れます。威圧は相手の防御力によって対象が変わり、武装1で手に入る通常攻撃2回ごとによって発生する威圧は、ウィリアムズの攻撃が相手に命中した時を基準に発動するという特徴があるので、発動タイミングが非常にアンコントローラブルで、ウィリアムズを使う側も対処する側もあまり気にしていないというか、意識するにもちょっと難しいといった特徴があります。武装レベル30では強力なバトルスキルの強化を受けられます。相手が受けるエネルギーダメージを追加で増加させられるようになるので、キンバリーやステッドマンの攻撃がより強力になるといったものです。ウィリアムズ、キンバリー、マーシャルといった3人を一緒に使うことで、ウィリアムズが試合を遅延させて、キンバリーの3回目のバトルスキル2連射に持ち込み、高火力で一気にとどめを刺すといったコンセプトになっています。ただ、武装レベル30になるまではパッとしないという非常に高い使用ハードルがあるので、育てる場合は気合と愛情を込めて頑張りましょう。大器晩成という言葉が好きなあなたにはぴったりです。シーズン5登場のステッドマン。戦車最後の専用武装ということもあって、様々なキャラクターに強いです。武装レベル1、通常攻撃に追加でシールドを削る効果が付属します。戦闘開始直後に発動するスキルチップによるシールド、戦車、航空、ロケアン、どの部隊にも出てくる武装ルシウスが付与するシールドに対して有効な攻撃を行います。武装レベル10、通常攻撃3回ごとに追加ダメージを与えるようになります。追加ダメージは後列優先ヒットするので、マーシャルとも非常に相性が良く、相手のテスラやステッドマンなどをさっさと撃破し、数的有利を取りやすくなります。武装レベル30では、相手の妨害行動に対するシールドといった自衛能力を手に入れます。このシールドは、ウィリアムズの威圧、スカイラーのスタン、マクレガーの挑発、これらのスキルの対象になったとき、その効果を無効化するといったものです。配置場所によって主に無効化できるものが変わってきます。前衛配置ならウィリアムズの威圧、後ろならスカイラーのスタン、前後どちらでも無効化できるのはマクレガーの挑発のスキルです。武装レベル24くらいからキンバリーよりも攻撃力が高くなり、部隊内で最高の攻撃力となるので、マーシャルと連携するキャラになるのですが、その後、シーズン6ではキンバリーが覚醒し、再度キンバリーに攻撃力最大キャラを譲る流れとなります。戦車部隊の育成プランです。まず、無課金戦車、そこそこアクティブなプレイヤーを想定し、本部31解禁以降は、毎日すべての輸送車をトナカイで出すといったことを想定しています。シーズン1のオフからシーズン2、まずはキンバリーの武装レベル20を目指しましょう。彼女しか育てるキャラがいません。武装かけらの供給量も少ない頃なので、彼女に全力投球でいいです。シーズン2のオフからシーズン3、マーフィーが手に入るので、マーフィーの武装20を目指しましょう。兵種ボーナスがもらえる武装20がやはり一つの目標となりますね。マーフィー20到達後はキンバリーを強化していって OK です。シーズン3のオフからシーズン4、マーシャルが手に入ります。マーシャルの優先度はかなり高いです。武装かけらの供給量も増え始めて、早い人なら初めての武装30キャラが手に入る頃だと思います。マーシャルが武装20まで育った後は、キンバリーを育てていってもいいですし、マーシャルを育てていってもいいと思っています。私はマーシャルから先に武装30にしました。後悔はしていません。シーズン4のオフからシーズン5。この頃にはアダムやルシウスを採用した戦車部隊が強いので、アダスカ戦車をシーズン5まで使っている人はアダムの武装レベルを10に、ルシウスを使っている場合も武装レベル10から15くらいまで上げて良いと思っています。
理想としてはキンバリー、マーフィー、マーシャル、この3キャラを武装レベル30で仕上げていきたいですね。シーズン5のオフからシーズン6、舞台に武装ステッドマンまたはウィリアムズを迎え入れる頃です。どちらのキャラを育てるにしても武装レベル30まで一気に目指して育成していきましょう。以降は一軍採用キャラをすべて武装30にするのを目指していきます。無課金ベースで話をしましたが、課金をする場合、武装の入手が1シーズン早まるだけで基本的な優先順位の付け方は変わりません。航空機です。シーズン1登場のディーバ、戦闘開始直後が最も強いという非常に恵まれたスキルを持ち、ディーバも弱い時期がありません。迷ったらディーバです。武装レベル1、10、30といずれも攻撃性能の強化です。通常攻撃が強くなるスキルが多いので、彼女の通常攻撃スキルは優先的にレベルアップをしておきましょう。シーズン2登場のカーリー、最も不遇な武装キャラとして名高いです。武装1で敵の通常攻撃の余ダメージが 12% 減少するデバフ効果を得ます。武装10でバトルスキル発動時に相手の後列キャラ1体の攻撃力を 15% 減少させます。15% ダウンと下げ幅はそこそこあるのですが、この頃最も弱体化したいメインアタッカーたちは後衛ではなく前衛にいることも多く、なかなか恩恵を受ける機会が少ないです。武装30で得られるペペお願い、カーリーが退場するとペンギンが召喚されて通常攻撃デバフとまたもや後列キャラの攻撃力を 15% 下げるといったものです。カーリー退場後なので場合によっては発動しない。耐久力が高いカーリーなので退場した頃にはほぼ戦闘が終わっていて恩恵を受ける時間が短い。格下との戦闘では確実に発動しない。もうペペは可愛いんですけれども意味がわからないです。毎回最初に発動する誰かさんを見習ってほしいですね。武装スキル自体は汎用的な内容が多いのですが、そもそものキャラとして物理ダメージへの対策が非常に弱く、武装強化によってもその問題が解決されていません。多くのプレイヤーにとってカーリーは強化したとしても武装20ストップでいいと思っています。シーズン3スカイラー専用武装、武装レベル1で通常攻撃に 20% の確率で妨害という効果が付与されるようになります。妨害を受けると2秒間、英雄、ドミネーター、ドローンのスキルによるステータスボーナスを無効化します。スキルが発動する直前のタイミングで妨害が引ければ恩恵が大きくなるようになっています。無効化するのは防御力アップや攻撃力アップといったステータスに干渉するものに限っており、マーフィーの遮断やルシウスのシールドなどは対象外です。どのスキルが優先的に妨害されるかは正直今日の今日まで分かっていません。武装レベル10ではバトルスキルでスタンが命中しなかったキャラクター全員に9秒間の妨害を付与するといった効果になっています。この9秒間の間に対象となるようなスキルを発動するキャラは現状1人しかおらず、そのキャラはマーシャルです。マーシャルはスキル発動が早く、スカイラーのスタンを確実に透かしてスキルを打てるといった特性を持っているのですが、その特性に対する明確なアンチ効果を武装レベル10で手に入れます。マーシャルのバトルスキルは攻撃力アップ。武装レベル10になると加えて会心率アップとなっており、おそらくこの前の攻撃力アップだけを確実に外しているんだと思っています。ただですね、一生懸命ダメージ表記見て確認しても、ぶっちゃけわかんねえというのが正直なところです。戦闘報告では、一応若干の項目があって、戦車との戦闘ではここの数値がかなり安定しているので、多分何かしら効いてるのだとは思っています。あと、現状対マーシャル専用スキルなので、マーシャルがいない部隊に対しては効果が期待できません。武装レベル30では、1回目のスキル発動時に相手キャラ1人を確定でスタンさせるようになります。テキストはめっちゃ強そうなのですが、この頃にはスタンを食らいたくないキャラは前衛配置するのがスタンダードになるので、めっちゃ強いっていう感じは実はないです。シーズン4ルシウス専用武装、ラスト王世界のバランスを壊しに来た大化け物です。ルシウスはこの頃耐久面で少し不安が出てくる時期ですが、武装による強化で
どの兵士の人が育成しても後悔することはないイカデ性能となります。武装1と10で通常攻撃、バトルスキルそれぞれにシールドを付与するといった効果が追加されます。武装レベル10の時点で明らかに部隊の耐久力が上がったことを実感できるようになります。武装30ではシールドが破壊されるたびに通常貿易速度を上昇させる効果を得ます。仲間のダメージが上昇するので、もちろんシンプルに強力なのですが、シーズン3からはびこるアタスカ戦車を終わらせる要因もこのルシウス武装30にあります。航空機の人たちは D1 を除き揃いも揃ってちょうど1秒に1回の通常攻撃を持っており、このせいでこちらも1秒に1回のスカーレットの反撃周期にぴったりはまって、一度はまると一瞬で解けるといった光景がシーズン3ではよく見られたのですが、この攻撃速度を変動させるスキルによって反撃周期から抜け出すことが可能になりました。パッシブスキルのレベル上限が解放されるという点も非常に強いです。シーズン5、モリソン専用武装。モリソンは航空機ミラーマッチの要として長い間航空機編成で活躍します。そもそもが結構強いキャラなので、武装スキルにより劇的に変化するというより、基礎力が上がって使いやすくなるといった印象です。武装レベル1では通常攻撃5回ごとに割合ダメージといった追加攻撃を放つようになります。この割合ダメージは相手の耐性を無視してダメージを与えるのですが、ちゃんとダメージ上限がついていて、相手の体力が多いからってとんでもないダメージが出るわけではありません。あと、これは明確に弱い点なのですが、追加攻撃のターゲットが残り体力が最も高い敵となっており、決定力が重要なラストウォーの戦闘において一番弱いとも言えるイラン補正をもらっています。これが逆に体力の最も少ないキャラだったら結構強かったと思います。武装レベル10、バトルスキルにも割合ダメージが追加されるようになります。ダメージは武装1よりも大きいですが、こちらも体力が最も高いキャラを狙うので、スキルとしてはあまり強くはありません。武装レベル30、割合ダメージが命中した相手の守備力を5秒間 10% 減少させるスキルを得ます。ほんのり味方全員のダメージが上がります。航空機武装の育成プランです。無課金を想定します。シーズン1のオフからシーズン2。まずはディーバを武装20に上げましょう。シーズン2のオフからシーズン3。ディーバ武装可能であれば25くらいまで上げていきたいです。そして私がもしプレイをするのなら、もうこの時点でカーリーは捨てます。マーフィーの武装を育て始めて、まずはレベル15ぐらいが目標になるかなと思います。シーズン3にはアダスカ戦車も登場するので、マーフィーを編成に組むメリットは大きいと思っています。シーズン3のオフからシーズン4、ディーバの武装は30まで仕上げていきたい頃です。スカイラーも手に入るはずなので、とりあえずスカイラー20にしていきましょう。シーズン4のオフからシーズン5、ルシウスが手に入る頃です。彼を一気にレベル30まで持っていきましょう。マーフィーはパッシブスキルを上昇させたいので、3刻みに強化をしていくことをお勧めします。シーズン5のオフからシーズン6、ディーバは覚醒により強化することができます。モリソンの武装も手に入るので、彼を一気に30まで持っていきましょう。以降はスカイラー、マーフィーを育てることになるのですが、これはぶっちゃけどっちから行くか悩むレベルです。スカイラーからでいいですかね。続いてロケラン武装です。シーズン1登場のテスラ VS 戦車 VS ロケランのメインアタッカーとして基礎能力が向上します。スキルの変化は地味です。武装1、10、30。いずれのタイミングでも誘導電流という時間経過で相手に固定ダメージを与える効果を得ます。スキルによる派手な変化はありませんが、そもそも強力なバトルスキルの破壊力がより増す、そんな武装だと思ってください。シーズン2登場のスウィフト、対航空機のメイン火力としてのスウィフト。そもそも優秀な攻撃スキルを持つ彼は、武装強化によりさらに強くなります。武装レベル1と10で、返上という時間経過に伴うダメージが得られるのはテスラと非常に似ているのですが、武装レベル10の方で自身の被ダメージを 5% カットするという追加効果があり、これがかなり優秀です。この効果により
スウィフトを前衛に配置して長く反撃をするといった能力が高くなります。武装レベル30ではバトルスキルでさらなるダメージを強化できます。そもそも強いキャラがさらに強くなるので、武装スイフト登場からロケランを使うトップ層の人は多い印象です。シーズン3登場のマクレガー。武装1では敵前衛に激怒という弱体化効果を付与します。この弱体化効果はなぜか効果時間がなく戦闘終了まで持続です。武装10ではマクレガーに攻撃を引きつける挑発のスキルが後列を優先に合計4ヒットするようになり、後列にアタッカーを並べている場合、確実にマクレガーに座れるようになります。あと、なぜかおまけで、先ほどの激怒ですね、バトルスキルでもこちらをばらまいてきます。なお、マーシャルの後列狙い撃ち、そしてマーシャルと一緒に攻撃をするアタッカーに関しては、マクレガーの挑発に乗らず攻撃を彼に座れないといったようになっています。武装レベル30では、ただでさえ硬いマクレガーはさらなるダメージ減少効果を得て攻撃性能が上昇するようになっています。武装で基礎ステータスの向上もあって異常な硬さとなっており、相性有利の戦車でも突破するのにかなり時間がかかるようになってしまいます。シーズン4のアダム。彼もそもそも強いキャラなのですが、シンプルな強化を受けます。武装レベル1で味方反撃ダメージの強化。武装レベル10で反撃効果の全体化。そして防御力の 5% 上昇。反撃の全体化が結構便利で、シーズン3から後列を優先で狙ってくるマーシャルに対して手痛い反撃ダメージを入れることができるようになります。シーズン4は戦術カードも強くなる時期なので、戦車目線で言うとこんな感じで前後ろ完全にひっくり返したようなロケランがやってくると結構嫌ですね。防御力 5% アップの追加効果の方は意味があるのかないのかわからないような強さになってますが、シーズン5で登場する武装フィオナとぶつかった際、この防御力 5% アップがついていないと防御反撃がフィオナに剥がされるといったことになるので、実は地味に大事な効果です。武装レベル30では通常攻撃と反撃ダメージのさらなる強化スキルを得ますが地味です。シーズン5登場のフィオナ。シーズン4から一気に増えるマーフィー・ディの航空機に対抗するためのキャラです。武装1ではロケランおなじみの固定ダメージです。武装10ではバトルスキルに英雄からの強化効果を解除する効果が追加されます。最優先で外す効果がマーフィーの物理防御のスキルなので、マーフィーが入った編成に対して強く出ることができます。相手部隊にマーフィーがいる場合、まず間違いなく彼の強化を外し、相手がフル航空の場合は武装ディーバの攻撃速度アップを外します。フルロケランの場合、武装アダムの防御力アップの効果を外すようになっています。他の効果を解除するシーンはめったに訪れません。武装レベル30ではバトルスキルによって強化を解除することのできるキャラ数を増やせます。仲間全体が付与している継続ダメージの数が重要なので、継続ダメージを大量にばらまけるテスラ、彼と一緒に使うことでパフォーマンスが向上します。ロケラン武装の育成プランです。サーバートップ100以内の課金者を想定します。シーズン1からシーズン1のオフ、テスラの武装20を目指していきましょう。この時期はまだ課金者でも航空メインの人が多いかなとは思います。シーズン2からシーズン2のオフ、スイフトが登場します。スイフト登場次第、全力で強化していきましょう。シーズン3からシーズン3のオフ、マクレガーが登場します。登場後全力で強化していきましょう。シーズン4からシーズン4のオフ、アダムの武装が登場するのですが、同じく戦車に対抗できるルシウスも登場します。この2キャラを編成する価値かなり高いので、アダム、ルシウス、どちらも強化していくのをお勧めします。両者ともパッシブスキルが強力なので、3の倍数で強化するイメージで OK です。シーズン5からシーズン5のオフ、フルロケランの完成度が高いのですが、戦車を倒そうと思うと、ルシウスを編成する形も捨てがたいといった頃です。ロケランって型が100個あんねんって誰か言ってたと思うので、自分の身の回りの環境で一番活躍できる形を見つけてほしいなと思っています。2軍でロケラン育てている人もいますよね。そんな人のためのプランです。
育成開始時期としてはシーズン2くらいから育て始めると仮定します。シーズン2ではまずスウィフトの武装から育てていきましょう。スウィフト武装10がかなり強いのでここが初めです。シーズン3にかけてマクレガーそしてテスラの武装を少しずつ育てていきましょう。シーズン4アダムが登場するのでアダム武装10を目指しましょう。シーズン5スウィフト、テスラといったアタッカーを少し引き上げていきたいところですね。他のキャラはとりあえず10まで育てておけば OK です。シーズン6、スウィフト、そしてテスラ、彼らを20にしたいですね。テスラが武装20あれば覚醒強化をすることもできます。以降はアダム、マクレガー、ピオナの順に、全ての武装を20に目指すのが先かなと思います。専用武装がレベル30に到達した後に強化することができる重点強化。小幅ですが英雄の基礎能力を上昇させられるので上げたくなる気持ちもわかるのですが、まずは全ての英雄たちを武装30にするのが先です。重点強化はほぼエンドコンテンツみたいなものだと思ってもらえれば良いです。はい、というわけで今回は武装キャラたちにスポットを当てて紹介してみました。意外と知らない細かい仕様もあったのではないでしょうか。結局のところ勝つか負けるかなんでぶっちゃけ細かいところはどうでもいい。感動は良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければこちらの動画のシェアを武装育成で悩んでそうな方にお願いいたします。武装だけではない英雄たちの装備や配置に関してはこちらの動画でまとまっていますので、よければ他の動画もどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。はい、じゃあおさらいです。マーフィー、ルシウス、アダムはパッシブスキルが強力なので3の倍数ごとに武装を強化しても OK です。具体的な数字は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、じゃあね。